イタリアングレーハウンドのニアとの生活が始まって85週間が経過しました。6月、梅雨の季節。雨が続くこの時期は水害のリスクが高まる季節でもあります。もし大雨による洪水や地震が起きた時にニアをどう守り、復旧と安全が確保されるまでどのように対応すべきかを考えてみました。まず大切なのはどこに避難するかです。多くの避難所では動物と一緒に同じ空間で過ごすことが難しく、ケージに入れて離れて過ごすケースも多いそうです。ニアのように知らない人が苦手な場合、大きなストレスになるかもしれません。自治体が公表している防災マニュアルを確認した結果、家で避難する在宅避難が一番安心なのではないかという結論に至りました。ニアが落ち着いて過ごせる空間を確保することが家族として安心できると考えました。ただしそれには準備が必要です。フードや水、常備薬、ペットシーツやリードもすぐに持ち出せるようにしておくこと。そしてもし家が危険になった時には安全な近隣の場所や車中泊やテント泊での避難も想定しておく必要があります。もし広い地域で被害が出た場合、支援がすぐに届かない可能性もあります。だからこそ自分たちで備える自助がとても大切になることが改めて分かりました。まずはドッグフードのストックを多めに用意するところから始めたいと思います。前回の動画でドッグフードのディアラをニアに提供し始めましたが、なんと初日からやり方を間違えていたようです。はい、飼い主完全にブッチ感覚でスタートしてしまいました。ディアラの生食、実はかなり繊細な導入が必要なんです。公式によると、まずは小型犬なら 10g ほど、大型犬でも 30g 程度をいつものご飯にちょっと混ぜるところからスタートして、1週間ごとに少しずつ増やしてだいたい3週間かけて切り替えるのが理想なんだそうです。消化器官がびっくりしないようにゆっくり慎重に。そうしないと体調を崩してしまうこともあるようです。けれどニアは箱入り姫なので、現在はミディアムウェルでの7分焼きで提供中です。これから少しずつミディアムでの6分焼き、そしてミディアムレアでの5分焼きへとステップを下げていこうと計画中です。ニアが本当のディアラを食べて美味しいと思えるようになるその日まで焦らずじっくり進めていきたいと思います。週末になると決まって天気が崩れる、そんな日が続いておりますが、それはニアにとっても同じです。お散歩のチャンスが減ってちょっぴり運動不足気味な毎日です。ですが最近気温が少しずつ上がってきたおかげでニアの活動量も上昇中です。春から初夏、ニアにとってちょうど心地よい季節がやってきたのかもしれません。人間がちょっと肌寒いなと感じるくらいの気温の時には迷うことなく毛布へダイブ。そして一人でぬくぬくと満足そうに過ごしていたのですが、最近は毛布の中も暑くなってきたようで、リビングをうろうろして適温スポットを探し回っています。そしてお気に入りの人形をブンブン振り回し、歯磨きガムをガブガブ。ニアはもう大忙しです。それでもまだ遊び足りないのか、朝の出勤前に人形を加えてさあ遊ぼうと誘ってきたり、就寝直前に突然スイッチが入ってしまったり、あのテンションの高さなかなかです。きっと日本全国のワンちゃんたちも
似たような日常を送っているのではないかと勝手に想像しています。ちなみに気温がぐっと下がる日はニアの運動量が少し落ち着くので思わず内心ガッツポーズ。でもその瞬間ニアからの冷たい視線がこちらに向けられている気がするのは気のせいでしょうか。本格的な夏がやってくる前にせめて週末くらいは晴れてくれたらそう願わずにはいられません。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。